配線あったギリギリ全面にフィーチャー。この辺のパーツいってみましょう。くぼみを作ればフィットします。へー、これも外しましょう。だから言ってるやん、失敗は怖くない。そもそも挟むことすら怖かったかもしれん。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。新年明けましておめでとうございます。今年も改造を楽しんでいきますのでよろしくお願いいたします。僕のモットーは頑張らない楽しむでございます。イエーイさあ、そして新年一発目の改造ですけれども、今年馬年ですね。なので馬にちなんだ改造、この間コミュニティにね、今悩んでますって投稿しましたけども、見てくださった方ありがとうございます。で、僕なりに考えがまとまりましたんで改造入っていきます。はい、チャンネル登録まだの方今すぐポチッとグッドボタン、それからハイプ忘れずに。さあ皆さんもご一緒にワンネス。今回の改造は想像力が必要です。考えながら見てください。考えることをやめると人間終わってしまうぞ。最後まで見てね。さあまず馬にちなんだ改造ということなんですけども、馬のライダーっていうのは多分いないと思うので、馬の怪人ってどれぐらいいるのかなって調べたんですけど、ほとんどいないんですよね。ちなみにこのほとんどいないというのはシマウマ、ペガサス、ユニコーンっていうのは省いてます。馬年なので。当然ケンタウロスさんも省いてます。っていうので一番有名な分かりやすい馬モチーフといえばこの人ですね。ホース・オルフェノクさん。この人の劇場隊っていうのもめっちゃ怒ってる時の姿っていうのがあるんですよ。その時に持ってる剣が結構ゴツゴツしててかっこいいので、それを作ろうかなとも思ったんですね。これかっこいいでしょ。こんな感じの剣を僕が去年から始めてる建築資材を使ったやり方で作るんではなくて、特撮のアイテムを使って作りたいなと思ったんですよ。でもその前に一旦別の改造っていうのでちょっと思いついちゃったんですよね。だからそれを作っていきます。種明かしは後ほどで、まず使う武器なんですけれどもこれ逆やった。こういうのがあるんですね。これ前に改造で作ったこれですね。クモのスレイヤーとスパイダープログライズキーを全面にフィーチャーしたこういう武器があるんですけど、これを使って再利用ですね。とあるものを作っていきます。武器です。でここからバラしていくんですけど、いやーこれでも最初にやっぱ見せといた方がいいのかな。姿普段やらないんですけど、今回はちょっとね使う武器が多くて、あと形が重要っていうことでね、あらかじめフォトショップでなんとなく当てはめてみました。バン、こういう形の武器を作ります。こうザカっていく感じのね。これ画像並べただけなんで塗装も何もしてないから色味がもうバラバラなんですけど、これはこれでかっこいいんですが、ガーって止めましたが、皆さんこの武器画像を見て何がモチーフかわかりますか？この画像だけでもヒントは隠されています。さあ何がモチーフでしょうか？考えて推理してみて。馬に関するいろんな道具か、そしてお正月というこの時期、競馬か乗馬か中世のヨーロッパか戦国か、馬のあらゆるものを思い浮かべてください。こういうのを想像すると脳に電撃が走ってものづくり脳に近づいていきますから、みんな今年は思いっきり想像する1年にしようよ。はい、続きどうぞ。色を塗るのか塗らないのかというところまでね、ちょっとまだ定まってませんが、形はこんな形を作っていきます。ベースになるのはこの持ち手ですね。プログライズキーもちゃんと抜き差しできるように考えていきたいと思います。じゃあまずここから切っていきましょうか。よし、新年一発目の花子ティング。よし、よっしゃ行くぜ。ちなみにさっき僕フィーチャーって言いましたけど、フューチャーっていう人多いんですね。間違ってフューチャーって言っちゃう人いっぱいいるんだけど、フューチャー未来なのでフィーチャーですシンプルに間違いです。どうですか？イエーイ、綺麗に撮れましたね。じゃあ一旦これ見て、ホッチキスで止めてる。すごくないこれ嘘でしょっていうね。なんでホッチキスって思ったんかわからへんけど、そんなくっつかへんかったかな。この動画見てください。これで作ってますので。よし、で裏返してこれも外しましょう。ほい、次はこっち。ほい、取れました。ここは引きちぎれんのかな。ちぎれるんならちぎりたい。行ってみよう。割れました。オッケー、持ち手ができました。はい、プログライズキーも抜いときます。スパイダーキーいいですよね。これほんであれやな、データ暴走させてたんやな、ここな。これはちょっと一旦外しといて、データ暴走を改めてさせるかどうかも含めてちょっと考えましょう。1月17日土曜日、埼玉県大宮駅の近くでパンとグルメとクラフトのイベントに出ます。詳細は動画概要欄チェックして遊びに来てください。よし、じゃあこっからこれビートクローザーですね。これもだいぶ前やな。遠泳券のおろしのでっかいの作ったんですよ。これはね、今みたいに改造工程載せてなかった時なので動画は残ってないんですけど、昔の武器のねまとめ動画っていうのを僕1本出してるんですよ。そこに入ってます。興味ある人は見てください。こんな感じでしたというね。でここにライドブックをはめてたんですね。このホルダーもいらないので
外しちゃいましょう。よし、取れた。さて、これをここにつけるんですけど、さっきの画像、もう一回見てみましょう。はい、この部分ですね。これはあくまでデータ上でやってただけなので、実際に組み立てるとなると、いろいろ違うところが出てくると思います。そういうところを調整しながらやるのも面白そうだなと思って、一発目にこの改造を選びました。まあ、こんな感じですよ、きっとね。で、ここはまずいらないですね。なので、切っちゃいましょう。これ切れんのかな。なんせ分厚いからね。ニッパーの刃の開きではそもそも挟むことすらできないな。これは厳しいわ。いやこれニッパーだと多分果てしないな。もうこれでいこう。アンダゴティング。なかなかプラスチックが硬いね。しかも両面やからね。まあなんとか切れました。よし。うわ、配線あった。ギリッギリか。危な。これ今つく？本当に危なかった。本当に危なかった。って言って安心してますが、実はこの後いろいろ調べて相当やらかしてしまってることが分かりました。でもね、全然分からへんねんけど、同時に奇跡も起きてんのよ。なんかね、ここの線を接触させると、ここを引っ張ったことになりますね。ここ引っ張っても何もならないんですよ。で、ここを押すと、これどうしようかな。救出する？不用意に溶かすんじゃなかったな。どうも、編集中のパウチ、ヘンパウです。いやー、これ不思議やねんな。本当になんでかわからへんねん。ちょっとだから解説しますね。ここを今ゴティングでちぎったとこですね。で、こっちに灰色の線、ちょっと見えるかな。で、もう片方はこっちなんですけど、こっちは線をこうやって持ち上げることができるんだけど、こっちの線はすごい短いですね。だからこの辺のどっかから配線が来てて、本来こっちに B と繋がってると。それを途中でゴティングで切っちゃったというね、まあこういう状況なんですよ。で、本来なら、まあこっち B としてこっち A としましょう。この A と B をつなぎ合わせることで電流の流れが発生して音が鳴るというのは理屈でわかるんです。でも今回そうじゃないの。ね、電源入れて、こっちだけ、これ2本ありますね。ほら。こっちだけ。こっちくっつけたら音なんのよ。これなんでなんどっから来てどっから音鳴ってんの？だってこっちでこっち行くんでしょ？これが分からへんのよね。でもここに基板があってなんでわざわざこっち行ってこっちに電流なんでここ引っ張分かったかもしれん。分かったかもしれん。そういうことか。スイッチか。スイッチや。スイッチや。そういうことか。本来分かった。僕分かりました。分かりました。このスイッチ2本をつなげると音が鳴るようにできてて、これを引っ張るとここにスイッチが入ってて、それがカチッてこう引っ張ることでそれがカチッて入るんやな。スイッチがな。スイッチが入るとこの2本の線が合わさったことになって音が鳴り出すと。だからここの先はここのスイッチにつながってんねや。なるほど。ほんなら分かった。じゃあここをやっぱりつなぎ直せばこっちを引っ張ったら音が鳴るっていうギミックは直せるんや。わかった。そうなると、今から見てもらう動画は、そこに気づいてない僕がそのまま改造してるので、ちょっとわけわからんことになるかもしれんけど、こいつ、このパウチは気づいてないんだな、バカだなって思いながら見といて。なるほど。一つ賢くなった。じゃあこれ後で直そう。ちなみにね、この反対側も同じように切って、もうこっちに線があったから、こっちは線ないだろうと決め打ちでやったら、まんまと線ありまして。配線あるやん。なんで両側行ってんの？この線は何かというと、ここのトリガーですね。これを押した時に同じくスイッチが入って、この2本が合わさったことになると。これトリガーを押した時に触るスイッチによって、ここに電流が流れるというね。でもこっちの緑線に関しては、ちょっと新たな使い方もこれからの動画で思いついてるので、その辺の様子も見ていただければなと思います。じゃあその新たな使い方を思いつくあたりから見ていただきましょうかね。はい、本編戻ります。でも本当は、ここ引っ張るやん。それと同じ感じでここも引っ張って、これ音でかいな。音量ブーストしたっけ？覚えてないけど。なんか引っ張る同士でね、こう連携して、できたらよかったなーっていう感じ。はい、ノー編集のリアルな間。じゃあさ、ちょっと今思いついた。ここに線入れとくねん。ほんで、ほら。
やった、失敗を味方につけたぞ。だから言ってるやん、失敗は怖くないねんって。失敗なんてないから。やった、体現できたぞ。この盛り上がったまんまビス止めしてくっつけちゃいましょう。バン、くっつきました。すごいな、ギリギリのところに配線閉じ込めて作ってんやな。これすげえな、技術高いわ。はい、じゃあ次はこの下の部分ね。ここには、これ、僕の大好きなスチームブレードです。これはこれでね、だいぶ前に改造したこれです。ガッチャードのスチームホッパーの専用武器っていうのでね。形が独創的すぎて、全然伝わらなかったっていう。まあそういうのもありましたね。で、これをここにガチャンってくっつけるんだけど、忘れてはならないのが、プログライズキーですよ。これ絶対に入るようにしたいんです。なので、はめた状態でこうやらんとあかんのよね。で、プログライズキー入った状態でこのままくっつけると、この端っここっち。ちょっと説明しづらいな。上のと比べてめっちゃ出てるでしょ。これだとね、あんまかっこよくないんですよ。やっぱ、揃えたいんですよね、上ね。どうしようかな。画像データで遊んでる時には、まあいけんちゃうかなと思ってたけど、いけないね、やっぱりね。実際やってみると違うね。ここ外すと、短すぎる？あ、いや、これでいいぐらいやな、多分な。これでいくか。そうするとでも、ここちょっと寂しいな。付け根すっごい寂しいな。この辺のパーツを後で取り付けてちょっと派手にするかもしれんけど、まあ、とりあえずビス止めいこう。気合のビス一本止め。固定はされましたね。キーは？抜けます。よかったよかった。ここのストッパーギミックも生きてる。よし。はい、1月24日土曜日、埼玉市で映画上映と同時開催のマルシェに出ます。詳細は動画概要欄チェックしてみんな来てね。天才草間彌生さんの映画やって。さあ次はこの辺のパーツいってみましょうかね。これがここなんですよ。まあさっきも言った通り、ここはできるだけ揃えたいので、ここのラインにガチンと合うように少し斜めに加工しましょう。多分こっからこういうぐらいの斜めですね。花子ティングー、多分こんな角度で合ってんちゃうかなーつって切ってます。よし、ガチン。あ、いいですね。いい感じですね。どうしよう。こっからズバッといってみようか。慎重にまっすぐ。中は通ってるね。通ってる。よっしゃ、もうこのまま入ってもらうだけ。到達した。この時点でしっかり斜めを解消しとかないと意味がないからね。今、この斜めを解消した状態をここの指でギュッと引っ張ってます。これがこっち行ってるから、こっちにギュッと引っ張ってんの。なかなかピキピキしてる。ちょっと指痛いけど絶対力抜かないで思いっきり引っ張って打つ。どうやろうなこれで。おお、やった、まっすぐなりました。やったー。よかった。Tokusatsu Kaizo Exhibition。じゃあ上の部分最後の一本。こうですね。どうしよう。だいたいこの辺で一回切ってみよう。ハンダゴティングー。通常自分より遠いところから自分の方に引き寄せる形で切った方が切りやすいのに、なぜか反対の切り方でいってるからしんどい。切れたー。これ中はスカスカのワンネスにいただいたやつですね。分解途中なのか、中身だけを別に移植したのかわからないけど、こういうのありがたいです。本当に皆さんありがとう。イベントのたんびにね、いろいろちょこちょこいただくんですよ。すげえ嬉しい、こういうパーツのプレゼント。ほんと感謝してます。さあ、そんな僕のイベント情報は動画概要欄で随時更新していきますので、なんかいけそうなイベント見つけてきてくださいね。さあ、これでくっつけてみましょう。長さは OK ですね、これで。で、ここのくぼみにこれをガポンとはめたいので、この辺は切りましょうか。同じようなくぼみを作ればフィットしますからね、理論上。はい、ここでメインカメラのバッテリーが落ちましたので、ここから音声別撮りでいきます。今つけた流装剣のパーツ、この付け根のところがモリッとしてますね。ここね、できるだけスッキリさせたいんですよ。だからこの辺の黒いパーツをどんどん削ぎ落としていきます。スッキリさせます。それでビス打ちに必要最小限なパーツまで落として、はい、見た目かなりスッキリですね。はい、ここまで動画見ていただきありがとうございます。今のところこんな形になってます。痛そうですね、これで切りつけられたらね。ほんでここやっぱビス1本で止めてるからグラグラします。なのでさっき言ってたようにこういうパーツ、これじゃないかもしれない、わからないけど、ここにいろいろ貼り付けてもうちょっと固定しっかりさせます。それはいいとして、結局この武器は何だったのかっていうのを種明かしですね。じゃあさっきの画像をもう一回見ていただきましょう。この下の部分みんな気づきましたか？変に隠されてる感がありますね。そうです、隠してるんです。実はこれはですね、全部お見せするとこのように馬の感じになってます。
すごいでしょ。僕は今、漢字の馬を作ってるんです。信じられますか？もう僕の発想力もね、ついに漢字の武器を作るというところまで行きましたよ。でもね、皆さんわかりますか？馬って普通こうでしょ。こっち側でしょ。それが反転してるんですね。で、なんでこれ反対を向いてるかというと、左馬って聞いたことあります？よくね、旅先のお土産屋さんで、でっかい将棋の駒に反対側の馬って書いてあるの見たことあると思うんですよ。あとなんか渋い湯飲みに反対の馬書いてあるとかね、あれ左馬っつって、馬って反対にすると舞うって言うでしょ。だからすごく縁起がいいって言われるんですよね。あとまあ馬を左から乗ると振り落とされないとか、なんかそういういろんなこじつけなのか何なのかっていう、だから左馬は縁起がいいんですよっていう説いろいろあるんだけど、調べると面白いんだけど、まあお正月ですからね、できるだけ縁起は良くしときたいということで、左馬の武器を作ってます。で、次回の動画でこの下の部分を作って完成まで持っていきます。そして馬の武器考え中ですっていう投稿に寄せられたこのアイデア面白いなっていうのも次回紹介したいと思います。あとこの辺の配線問題ね、これも次回なんとかします。あと最後にみんなに1点聞きたい。コメントでぜひ意見聞かせてほしいけど、このカラーリングをこのまま行くのか、生命力の赤真っ赤に塗装するのかとか、もっと武器っぽくシルバーとか黒とかにするのか、どう思いますか？僕はね、意外とこのままの色合いでも面白いなと思うんですよ。そうするとこれだけ一本目立つから古びた塗装にするとかやらなあかんかもしれんけど、意外とこのままでいいよなと思ってますが、みんないかがですか？ぜひコメントで書いてください。じゃあ今年1年またよろしくお願いします。次回の動画で会いましょう。ありがとうね、ワンです。